こんにちは、たかしです。本日は7月8日土曜日、週末ですので、来週10日からのポンド円の相場の見通しをしていきましょう。最初にお知らせです。しばらく休止しておりました FX テキストの販売を再開しました。7月いっぱいは1割引きで販売します。また、8月から値上げをしますので、購入は今が断然お得です。詳細は概要欄をご覧ください。それではポンド円の冷やしから見ていきましょう。冷やしを見ているとかなりわかりにくい動きをしてますね。ずっと上昇はしてきているんですが、明確なトレンドをつけずに、ここのところずっと上がってきてます。そして現在は月足のライン、このグレーの点線ですね。フィボナッチリトレースメントの 50% の184円というところが月足のラインになってきますので、ここが今重しになって一旦の下落をしているところ。もし冷やしでの調整をつけるのであれば、この GMMA の青帯、過去ずっとこれに沿って上昇してきているんですが、今のところはこの赤の帯に沿って上昇してきておりますので、まずはこの青帯までの戻しを待ちたいところ。ただ現在地からこの青帯まで下落するとなると結構な距離になるんですね。179円っていうところ、最低でもこの辺りまでは下落する可能性がある。そしてこの安値からこの高値ですね。この安値が今年の1月3日ですね。そこからの上昇なんですけれども、その安値にフィボナッチリトレースメントを当ててみると、現在 23.6% っていうのが177円ぐらいになります。で、GMMA と接触するのが179円と言いましたが、だいたいこのあたりですね、177、8、9円あたりっていうのが一旦の冷やし単位での調整になってくるターゲットになります。ただ現在地からそこまで下落するのかっていうのはわかりませんが、もしこのまま冷やしの調整を継続するのであれば、このあたりまで178円前後までは下落してきますよっていうことが今冷やしからわかりますね。ストキャスティクスはようやく下落中というところです。マクディはすでにデッドクロスして下落中ですので、このまま下落していく可能性は高いとは思いますが、現在は高値圏での揉み合いになってますので、今黄色のゾーンにあります。このあたりは揉み合いをしやすいところですので、上がったり下がったりっていうところを考えておきたい。ここから GMMA に向かってどんどん下落するというよりは、基本的には上昇トレンド中ですので、下がったところは買われやすいんですね。ですので、上がったり下がったりしながら下げてくるようなイメージを持っておくといいと思います。もちろん高値更新をする可能性もありますので、今、冷やしのストキャスティクス、過去ゴールデンクロスしていたのはここですね。そのあたりまで下落してきてますので、もしくはもう一段下になりますと、5月の10日前後でゴールデンクロスしているんですが、そのあたりまでの下落も考えられます。で、現在地っていうのが6月の頭ぐらいにゴールデンクロスしてきたところですので、この辺、週明けぐらいから一旦上昇に入る可能性もあります。ただし結構強めに下落してきているので、もしかするともう少し下落余地があるのかなと。そう考えますと、冷やしてここで小さく押しをつけてますよね。180円付近っていうところが次の下げ止まりになるかもしれませんので、ただ現在地から180円付近って結構まだ下げ幅がありますので、その辺は注意ですね。では4時間足です。4時間足はここオレンジの水平線が引いております。ここが過去の下げ止まりになっているサポートラインになってきますので、昨日はその辺付近で反発してきてます。ただしこのオレンジのトレンドラインを下抜けてますので、このままダラダラと下落する可能性があります。その場合はここが4時間足の目線切り替えポイントになります。先ほど冷やして小さく押しをつけているって言った部分ですね。ここが 179.9、だいたい180円ぐらいになりますので、180円ぐらいまでの下落は視野に入れておく方がいいですね。ただ先ほど冷やしで言ってました GMMA と接触してくるあたりっていうのはこのあたりになってくるんですね。このフィボナッチリトレースメントの 23.6% のこの点線ですね。このあたりになってきますので、そうなるとこのオレンジのラインを下抜けてもう一段安になる可能性もありますので、今はまず下げ止まりを待っておくのがいいですね。どこで下げ止まるか。基本的に冷やしの上昇トレンドの押し目買いがどこかで入ってきますので、今はそれを待つタイミング、そこまでは1時間足ぐらいで小さく戻り売りで追いかけてもいいと思いますが、まずは金曜日の安値を下抜けることですね。この金曜日の安値下抜けられないようですと、ここからの反発で、まだ4時間足の GMMA っていうのは下向いてませんので、もしこれが大きく下げてきて次上昇してきた時に4時間足の GMMA で上値を抑えられるような動き、こういう動きですね。一旦上昇するけれども GMMA で頭を抑えられて再び下落するみたいな動きになってくると、
と、このオレンジのラインとか、先ほど言ってた178円前後まで下落する可能性がありますが、まずは昨日の安値を抜けられるかどうか、ここを抜けてくると180円ぐらいまでの下落っていうのが視野に入ってきます。今4時間足の目線は上です。ただ1時間足の目線が一応下向きになってますので、分かりにくい動きをするかもしれませんので、金曜日の安値を抜けるかどうかっていうところを目安に見ておくといいと思います。4時間足ストキャスティクスはそこそこ安値圏にありますね。ただ汚い動きをしているので何とも言いにくいんですが、もしもう一度安値に入ってきて、そこからゴールデンクロスするような動きを見せるのであれば、日足のストキャスティクスも過去のゴールデンクロスと同じ位置ぐらいにありますので、ここからもう一度上昇していく可能性もあります。ただやはり昨日結構下落も強かったので、基本的には売り圧力も入りやすくなってますので、その下がったところで買い、上がったところで売りと引きつけてやっていく必要がありますね。では1時間足です。1時間足では下落トレンドを描いて下落中。ただ、この黄色のボックスの中で今まだ動いてまして、黄色のボックスの加減っていうのが、かろうじて今守られている状態ですね。昨日もこのボックス加減、少しは下抜けてるんですが、そこから急激に反発しておりますので、このボックス加減の182円ぐらいが底堅いのがわかります。ですので逆にここを下抜けてくると大きく下落していくというふうに考えられますので、先ほどの4時間足でのイメージですね。大きめの下落。で、4時間足の目線切り替えポイントのオレンジラインぐらいまで下落する可能性がありますので、その辺を見ておくといいと思います。ですので、週明けまずは昨日安値を目指してくれば、そこからの反発になるのか、そこを大きく下抜けるのかというところを見ておくのがいいですね。ただ、もう一段下、この辺ですね、181円のミドルぐらいというのもサポートになりそうなところですので、下落したからといってどんどんそれを追いかけるというよりは、下がってくれば、日足4時間足単位での押し目買いが入りやすくなりますので、その辺は注意が必要です。今1時間足では下落トレンドを描いてますが、下がってきたからそこから売りで追いかけるじゃなくって、上がってきたから上がったところからの下落、戻り売りですね。しっかり戻りを待ってからそこからの下落を狙っていくことが大切ですので、今1時間足の GMMA に接触してから昨日は下落してきてますので、次また GMMA 付近は意識されてくると思いますので、そのあたりで反発するかどうかですね。そこを上抜けてくれば逆に今度は押し目買いで考えていけばいいと思いますので、1時間足の GMMA で抑えられて下落するのか、それとも1時間足の GMMA を上抜けてくるのか、つまりこの紫のラインですね、183円を上抜けてくれば、次は一旦上方向で考えておくのがいいと思います。それでは以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップではトレードスキルを鍛えるための丁寧な解説動画を毎週更新しています。今週は意識される水平線の引き方というのを先ほど更新しましたので、よければそちらご利用ください。また、環境認識が苦手、安定して勝てないという方は、ポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。プライム会員になれば、日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧でわかりやすい解説には定評をいただいております。少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。2週間の無料期間がありますので、迷うなら2週間だけでもお試しください。詳細は概要欄にあります。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。